今回はヒートガンを使って7番ヘッドを加工してイケメンヘッドを作っていこうと思います。このヘッドは同じ7番なんですけれども、顎のラインが全然違いますよね。どういうところを加工してるかというと、顎のこのラインですね、ここを縮めているのと、この顎のここの部分ですね、ここ結構膨らんでるんですけど、普通のこのものだとここをですねちょっとこうくぼめる感じで最終的に削ってるんですけど、男っぽい角張った輪郭が出るようにしているのと、あと鼻のラインですね、ちょっと見比べると分かるんですけど、鼻が低くなってると思います。ここはあまり削ってないんですけど、柔らかくしてちょっと鼻を潰す感じにしてます。あとほっぺたの部分ですね、これはだいたい自然にできてくるんですけど、このほっぺも膨らみが少ないと男の子っぽくなるんで低くしてます。こんなくらいですかね。ヒートガンをやる前の注意点なんですけど、顎を細くするとここをこうギュッと絞るんですけど、ここにちょっとくぼみができるんですね。だからこの穴の形がちょっと変わっちゃうっていうのと、ヘッドがですね微妙になんかちっちゃくなる気がするんですよね。ヒートガンで柔らかくするってことで、この穴の大きさとかが微妙に変わる可能性があるので、そこら辺もですねちょっと見ていこうと思います。ヒートガンを使うにあたって結構熱くなるのでですね、前回本格的なグローブを買ったんですけど、ダイソーさんでキャンプグローブっていうこういう軍手のなんか分厚いものが売ってたんで、今回これを使ってみたいと思います。では実際に加工していこうと思うんですけども、ソフビはですねだいたい200度が融点って言われているみたいで、電熱ペンなんかも200度を使って溶かして持ってくんですけども、このヒートガンもですね200度前後の温風を当てて肌を柔らかくして加工するっていうことをやるんですが、今回使うのは牧田さんのヒートガンなんですけど、一応モデルが HG6031V っていうちょっとオーバースペックのものなんですが、これは2モードあって、温度が低い設定と温度が高い方の設定ですね。でこれを見るとですね、だいたい200度っていうのは5なんですけども、こう空気を当てた時に、ここら辺が200度になるのを見越して6とか7ぐらいでいつもやってます。一応この裏にですねダイヤルがあって、これで温度を設定できるんですけど、あとここでスピードを1にするか2にするかっていうのが切り替えることができます。これでやります。7ですね。ヒートガンをガーッと熱を当てていくんですけども、やけどするぐらい温度が高くなるんで、こういう耐熱用のグローブをしながらやった方がやけどが少ないと思うんですけども、この軍手がすごい厚手なんで、ゴワゴワしてこう細かい作業がちょっとやりにくいですし、この隙間から温風が入って、実際耐熱って言っても熱が完全に遮断できるわけじゃないんで、これを手袋しててもやけどには十分注意が必要なんですけど、利き手の方はですねこの薄手のものを2枚重ねたもので、ちょっと熱いのを我慢しながらこう細かい作業ができるようにこの白い手袋をしてます。これも100均で買いました。やり方としては熱風をだいたい1分半ぐらい当てると、このソフビがもう超柔らかくなるので、その柔らかくなった状態で形を固定して冷やすと輪郭が固定できます。あんまりですね、これ1分、2分、3分ぐらいやっていくと表面が本当に溶けてですねテカテカになってくるので、その塩梅もですねちょっと難しいは難しいんですけれども、大体1分から1分半ぐらいやれば多分大丈夫かなと思うので、じゃあ実際当てていくんですけども、あまりカットすると面白くないので、適宜早送りして見てもらえればと思うんですが、こんな感じで近づけて1分半ぐらいですね柔らかくします。これをあったかくするとソフビの中の素材がなんか染み出してくるのかわかんないですが、とってもなんかソフビ臭くなるので、臭い方は換気した方がいいかもしれないですね。あと温度が比較的200
温度が上がるんでしたら、エンボスヒーターとかでも、できると思いますが、ちょっとやったことはないです。今、鼻の頭がですね、ちょっと溶け始めて、テカテカしてきました。あんまり近づけるともう良くないみたいなので、はい。結構柔らかくなってきてると思います。ちょっと近づけすぎたんで、あれですね。鼻と口の先がテカテカしちゃってます。この首の周りはですね、側首が厚いので、ここをですね、重点的に当ててですね、柔らかくした方が加工しやすいです。結構熱いですね。熱でですね、この下のシートが膨らんじゃったんで、ちょっと角度変えます。あとこういう熱いものを使うときは火事に注意ですね。こんな感じでいいでしょうか。これをですね、顎をこうすぼめる感じ、ここにシワができる感じにすぼめます。キュッと。後でもう一回やり直せるんで、これだけでもかなり顎がシャープになるんですよね。削る方法もあるんですけど、削るとですね、表面処理が大変だったり、裏面っていうんですか、ソフビって表面の柔らかい層と裏のカチンカチンの層が2層になってるんですけど、裏面の層が出てきちゃうと、シミみたいに、その境目がシミみたいになっちゃうんですよね。だからこういう熱加工の方が綺麗に仕上がるかなと思います。ちょっと大げさ気味にねやってます。でこれ十分冷やします。ドライヤーとかあればドライヤーとかで冷やした方が早いと思うんですけど、ちょっと今持ってきてないんで、結構固まってきましたね。ここにこうシワができてます。こんな感じ。これでもうほとんど温度も落ち着いてるんで、これでほとんど固まってますね。どうでしょう。前回作ったものより顎が細くなってますね。じゃあ顎はこんな感じで第一段階よしということで、じゃあ今度鼻のラインですね。これを潰そうと思います。これはですね、ここの部分を重点的に厚くしてこう、押し付けるって感じですね。で押し付けるとこれ分かるんですけど、こう輪郭が変わっちゃうんですよ。これこう鼻の鼻が高いのを低くするんで、その余分な側尾がちょっと横にずれるっていうんですか。だからここの加工ちょっと難しいんですけど、鼻が低くなれば
それはでいいかなと思うので、ちょっとやってみますね。じゃあまた7のメモリで1分半ぐらい温めてみたいと思います。で、表面が多少溶けたとしても削ってあげれば綺麗になるので、ドロドロに溶けなければ大丈夫だと思います。私は動画を撮るのにヒートガンを持ってやりづらそうにやってるんですけど、ヒートガンを固定してですね、両手を使ってヘッドを柔らかくしてあげればいいと思うので、もっと動画撮らなければ全然やりやすいと思います。私はとてもやりづらいやり方でやってますので、ちょっと鼻溶けちゃってますね。これやりすぎっていうか、ここも後で削るから多少溶けてもいいんですけど、こんな感じでですね、あんまり当てすぎると溶けちゃいます。そうだ、これいいかな。じゃあ、こんなをですね、こういう感じで鼻をちょっと押し付けて低くします。ここら辺はちょっと難しいんですよね。うん。で、あんまり希望の形にならずに冷えてしまったら、もう一回熱してあげるといいですね。なかなか鼻がですね、溶かしすぎちゃうと、なんか、顔全体がバランス悪くなっちゃいそうなんで、度胸がいるっちゃいるんですけど、ちょっと正面から鼻を押し当てて、で、これで冷やしてみましょうか。結構手袋は熱いです。やけど注意ですね。
加工前のものと比べてみますね。鼻のライン。このくぼみがかなり低くなってると思います。鼻を低くするっていうのが多いんで、この熱の方がですね、多分加工として楽なんじゃないかなと。はい、顎のラインもかなりシャープになってますよね。こういう感じ。はい、続いてこのほっぺのラインですね。ここもですね、こう押さえつけて、平らくなるようにやってみたいと思います。やるのは同じで、またほっぺあたりを柔らかくする。ちょっとまだ柔らかくなってないですね。かなり柔らかくしないと形がですね、決まらないので。で、ここも結構適当なんですけど、この出っ張りをですね、押さえつけるような感じでやると平たくなるかなと。ここを押さえつけてしっかり冷やすと。しっかり冷やす時に面倒くさくなければ水につけちゃえばいいんですけど、動画撮ってる時にですね、水につけたりすると結構煩雑になるんで、自然放熱っていうんですか、でやってます。動画撮らない人は水にチャポンとつければすぐ固まるので、それがいいんじゃないかなと。どうでしょう。かなりこのラインがまっすぐになったと思いませんか。これですね、まっすぐになったからといって、じゃあ OK だねっていうのもちょっとおかしいんですけど、全体のバランスを見ながらこうやらないといけないんですよね。ここをこうまっすぐにするっていうことは、こういうのがこう伸びるわけですから、その余分な部分が他に影響するんですよね。目の位置がちょっとずれちゃったりとか。そんなに大きな影響っていうのはないと思うんですけど、そこもちょっと考えながらやる必要があると。ちょっとまだほっぺ
いいかな。こっちに比べるとこっちはまだここ膨らんでますよね。じゃあこっちも同じようにですね、温めてまた平らくしてみたいと思います。やることは同じなんで、ぜひ早送りでやってもらいます。距離は何センチぐらいでしょうね。当てる温風にもよるんでしょうけど、5センチか6センチぐらい離してやってますでしょうか。かなり近いと本当に溶けちゃうんで、最初はいいと思うんですよね。最初は。ただある程度温まってきたらちょっと離してあげないと表面が溶けます。一回加工したところをまた温め直すっていうこともこういったところですね。温め直してるんですけど、一回形を固定するとですね、再度温めた時にあんまり形が戻るっていうことはないので、なんて言えばいいのかな。影響してるかなっていうのをちょっと気にしながらやった方がいいんですけど、ここの顎なんかは戻ってないですよね。だから一回決めると、そんなに、元に戻らないっていうんですか。今、ほっぺた、柔らかくなってるんで、この軍手で押し当てると、軍手の模様がついてますね。あんま良くないですね。こんな感じでいいですか。ほっぺたのこの凹凸、凸の部分ですね、がこうなくなるように。裏から指当てて、この出っ張りを引っ込ませてるみたいな、こんな感じです。で、これ手をモニモニやってるのは、押し当ててると熱いので、モニモニやってます。熱くなければずっと押し当てればいいんですけど、とっても熱いです。かなりこっちもまっすぐになってきました。あとは好みでやればいいと思うんですけど、私あともう少しここら辺をですね、この部分、こう横から見た時にここをですね、ちょっとくぼめたいんですね。これ削ればいいんですけど、削るのめんどくさいんで、ここを潰します。じゃあやってみます。ここはですね、ソフビが厚いので、ちょっとしっかりめに柔らかくします。まだですね。
柔らかくなったらこれをこう引っ込めるというか、こうちょっと指難しいんですけど、潰すというか、難しいな。意外と難しいですね。どうかな。あんまり変わんないですかね。ちょっといいかな。そんなに変わんないかな。ちょっとの違いが、見た目結構違う場合もあるので、こっちも同じように、ですね、加工します。この顎のラインみたいにしっかり熱すると他の部分がやっぱり元戻るんで、もう一回最終的にですね形のチェックをするんですけど、顎のラインは先にやった方がいいんですかね。全体的になんか元の造形に戻ってきちゃったような、そんな気がします。やっぱりちょっと戻っちゃってますね。ここの頬のラインとかが。もう一回やり直します。ここら辺は早送りするかもしれないですが、このラインですね、温めてまたまっすぐにしたいと思います。今の加工でこんな感じになりました。で、だいぶふっくら感がなくなって、顎がシャープになって、ほっぺたのこの部分ですね、もうかなり平らになってますよね。じゃあ最終調整で鼻をもう少し低くできるのかっていうのと、気になる点を加工してみようと思いますので、早送りでちょっとここは行きたいと思います。この鼻のところを潰した影響か、顔のですね、幅がちょっと広がっちゃったんで、
細くない感じになっちゃったんで、これをですね、加工するには、こう、全体的にこう、横から押し付けてあげると、もっとシャープになるので、最後それだけやりましょうか。ここさえですね、綺麗に仕上げてあげれば、かなりシャープになるんで、もう一回ですね、ここというよりここですね。こうギュッと絞ってですね。で、完成にしたいかなと思います。はい、どうでしょうか。やっぱり顎をですね、こう、すぼめたので、先ほどの最終1個前に比べると、やっぱりシャープになりますよね。このラインもふっくら感がなくなりましたし、このほっぺたもふっくら感がほとんどないんで、メンズっていうんですか、こう男の子っぽい感じのヘッドが作れるんじゃないかなと思います。このヒートガンを使うにあたって難点もありまして、ソフビの中に気泡が入ってると、そこがですね、やっぱ膨張して穴が開いちゃうんですよ。で、今まで表面に影響出たことはないんですけども、この裏がですね、ぼっこり膨らんで穴が開いちゃったっていうのがあったりですね、この顎の部分、前回の動画なんかそうなんですけど、顎をこう何回もやっちゃったんで、この顎のこの部分が割れてしまったりとか、あと、やっぱりちっちゃくなる感じがするんですよね。なんか一回りというか、若干なんですけど、というのとか、で表面が溶けちゃうんで、これは表面処理しなければいけないとか、あとここの部分ですね、あからさまに大きさちっちゃいですよね。だから首が入るようにちょっと加工してあげるとか、あとここの部分、この穴の部分も多分少し形変わっちゃってるんで、調整が必要かもしれないです。このヒートガンまだまだいろいろ試して問題点洗い出そうと思うんですが、この謙信を作ってる限り、そんなに今言ったところ以外はそんなに問題点はないんじゃないかなと思うんですよね。ちょっとですね、考えているのは、このイケメンヘッドを使ってヤフオクに一回出してみたいなと思います。どれだけこうイケメンヘッドっていうのが需要があるかっていうのもちょっと見てみたいと思うので、あとヘッドをこう買うのは1個5、6千円して結構コストかかるのでですね、そういう材料代とか、稼げればなというところもちょっと考えております。ということで、ヒートガンの加工はこれで終わりなんですけども、次の動画では先ほど言ったここの加工とか、顎のもう少しシャープにしたりとか、そういったところをですね、加工しながら、パテ盛り、爆誕岩さんの爆誕パテを使ってパテ盛りもしていこうと思いますので、ご期待いただければと思います。じゃあ今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバーイ。